のささやきの朗読やこれは俺が大学4年の冬に体験した話です。今でも1月24日が近づくとあの夜のことを思い出します。潮の匂い、暗い海、そして赤い帆を張ったあの船のことを。その年の1月、俺たちは卒業前の旅行で伊豆大島へと来ていた。メンバーは男3人。俺と、圭介と、真治。圭介は昔から騒がしいやつで、どこに行っても場を回すようなタイプだった。対して真治は静かだった。別に暗いわけではないんだけど、人より空気の変化に敏感なやつで、昔から妙に勘が鋭かった。旅行自体は普通に楽しかった。昼間は観光して、飯を食って、温泉入って。どこにでもあるような大学生の最後の旅行だったと思う。問題は最終日の夜だった。フェリーが翌日の朝だったから、俺たちは時間を持て余していた。酒を買おうにも近くの店は閉まっている。暇つぶしにレンタカーで島を回ろうという話になった。正直、その時点では何も特別な感じはなかった。ただ、島の夜って本当に暗いんだ。街灯が少なくって、車のライトが届く範囲しか見えない。片側は山、もう片側は海。窓を少し開けると、潮の匂いが流れ込んでくる。圭介が助手席であくびをした。島って夜になると急に怖くなるな。お前、昼間ははしゃいでたじゃん。昼は観光地だけど、夜は違うだろう。なんか出そうじゃん。そう言って笑う。後ろではシンジがずっとスマホを見ていた。でも電波が悪いのか、何度も画面を見直している。県外？俺がそう聞くと、シンジは、ああ、とだけ答えた。ただ、その顔色が少し悪い気がした。その時は、疲れてるのかなくらいにしか思わなかったんだけど。しばらく走っていると、圭介が急に声を上げた。あれ見て！道沿いの民家だった。軒先に丸いザルが吊るされている。古い竹ザルだった。最初は気にしなかった。でも、その次の家にも、さらに次の家にも、同じようにザルが吊るされていた。それだけではない。全部、海側へ向けて吊るされていたんだ。まるで何かを見張るみたいに。なんだこれ？俺が言うと、圭介が笑った。魔除けとかじゃね？その瞬間だった。カーラジオに突然、ザーというノイズが走った。かなり大きな音だった。うわっと、圭介がビクッと肩を揺らす。雑音の中で一瞬だけ女の声が聞こえた。一つ。小さな声だった。湿った耳に張り付くみたいな声。でも、次の瞬間にはノイズが消えて、普通のラジオに戻った。車内が妙に静かになる。なあ、今の聞いた？俺が言うと、圭介は苦笑した。電波悪いだけだろ。でもシンジは何も言わなかった。
窓の外を見たままずっと黙っている。その横顔が妙に硬かった。気づけば道はかなり細くなっていた。街灯も減っている。海が近い。窓の外からは波の音だけがやけに大きく聞こえてくる。その時だった。シンジが小さくつぶやいた。いた。え？左。俺は反射的にブレーキを踏みかけた。ヘッドライトの端、海沿いのガードレールの向こうに人が立っていた。女だった。白い服を着ている。長い髪。そして裸足だった。海の方を向いたままじっと動かない。こんな時間に？しかも、あんな場所で？ケイスケが小声で言った。なんか、やばくね？俺は無言でアクセルを踏み込んだ。通り過ぎる瞬間、女の足元が見えた。服の裾から水が滴っていた。まるで海から上がってきたばかりみたいに。数秒後、ケイスケが変な声を出した。なんだよ。バックミラー。言われて俺は鏡を見る。後方の暗い道。そこにさっきの女が立っていた。今度はこっちを見ている。距離があるはずなのに、顔だけが妙にはっきりと見えた。白い顔だった。そして、女の口がゆっくりと動く。2つ。その瞬間、べちゃと後部座席の窓に濡れた手形が張り付いた。シンジが短く息を飲む。俺は反射的にアクセルを強く踏み込んだ。エンジンの音が大きく響く。でも嫌な感じが消えない。まるで何かがまだ車のすぐ後ろにいるみたいだったんだ。誰も喋らなかった。さっきまでうるさかったケイスケでさえ黙っている。タイヤの音と波の音だけが続いていた。そのうち俺たちは道に迷ってしまった。ナビがおかしい。同じ場所を何度も回っている気がする。スマホも圏外。街灯はどんどん減っていく。なのに波の音だけが近い。妙に近かった。そして前方に急に開けた場所が見えた。小さな港だった。古びた防波堤に錆びた街灯。昼間なら漁船でも止まっていそうな場所なのに、その時は一隻もなかった。ここ、どこだよ。ケイスケが小さくつぶやく。さっきまでの軽口はもう消えていた。俺も正直焦っていた。同じ道を何度も走っている気がするし、スマホも圏外のまま。一回落ち着こうと思って、俺は車を港の脇へ止めた。エンジンを切る。その瞬間だった。静けさが一気に押し寄せてきた。いや、完全な無音じゃない。音はあった。カン、カン。どこかで金属が揺れる音。船をつなぐ金具みたいな、そんな音だった。でも港には船なんて一隻もない。風も吹いていない。なのに、その音だけが一定の間隔で鳴り続けていたんだ。窓の外は真っ暗だった。海と空の境目もわからない。ただ、湖の匂いだけが異様に濃いんだ。生臭いくらいだった。その時、
後部座席のシンジが小さく言った。あれ何？声がかすれていた。シンジはフロントガラスの向こう、沖を見ている。俺とケイスケもつられて視線を向けた。だけど最初、それが何なのかわからなかった。船の上に赤いものが浮かんでいる。暗闇の中でぼんやりと。まるで海に血が滲んでいるみたいだった。数秒遅れてそれが帆だと気づく。船だった。赤い帆を張った船。それがゆっくりとこちらに近づいてきている。なんだあれ。ケイスケがつぶやく。でも次の瞬間、俺はその船のおかしさに気づいた。揺れていないんだ。海には波がある。防波堤にも一定のリズムで波が当たっている。なのにその船だけがまるで別の場所にいるみたいに静止していたんだ。いや、違う。止まってるんじゃない。滑っているんだ。海の上を音もなく。ゾッとした。普通じゃない。その異様さに気づいた瞬間、全身の毛が逆立った。そして、船の上に人がいることに気づいた。何人も、ぎっしりと。全員うつむいて立っている。濡れた髪、濡れた服。誰一人動かない。街灯の弱い光が届くたびに、肌だけが妙に白く見えた。帰ろう。シンジが言った。震えた声だった。やばいよ、あれ。でも、その時にはもう遅かった。ガタッと突然、すぐ近くで音がした。俺たちは反射的に振り返った。港のそばにある民家。その軒先に吊るされたザルが揺れていたんだ。風なんか吹いていない。なのに、ガタ、ガタガタ。次の瞬間だった。周囲の家々のザルが一斉に鳴り始めたんだ。ガタ、ガタ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 。港中に響く。乾いた音。無数のザルが同時に揺れている。ケイスケが叫ぶ。何なんだよこれ。その音に混じって聞こえてきたんだ。一つ。女の声だった。すぐ近くで聞こえる。二つ。湿った声。まるで耳元で囁かれているみたいだった。三つ。シンジの様子がおかしくなったのはその時だった。ふらりと車のドアを開ける。何やってんだよ。俺は慌ててシンジの腕を掴んだ。でもシンジは海を見たままだった。焦点が合っていない。無遊病みたいだった。話せよ。何言ってんだよ。呼んでるんだ。その一言で空気が凍ったんだ。シンジはゆっくりと防波堤の方へと歩いていく。まるで何かに引っ張られるみたいに。シンジ！ケイスケが叫ぶ。だが、シンジは止まらない。防波堤の先、海のすぐそばで立ち止まったんだ。その時だった。沖の赤い船、その上にいた人影たちが一斉に顔を上げたんだ。真っ白な顔、目がない。黒い穴だけが並んでいる。そして全員がシンジへ向かって腕を伸ばしていた。
次の瞬間、バシャッと海面から白い腕が飛び出した。一本じゃない。何本も何十本も、シンジの足に絡みついた。うわっ！シンジが悲鳴を上げる。俺は反射的に駆け出した。だがその瞬間、海の中が見えた。街灯の光に照らされた水面の下、人の顔があったんだ。何人も何十人も、全員真っ白な顔をしていた。濡れた髪、閉じた目、死人みたいな顔。その大量の腕がシンジの体を海の方へと引きずり込んでいく。助けて！シンジが絶叫した。その声が夜の港に響いた。でも次の瞬間、シンジの体が一気に海へ沈んだんだ。バシャンと大きな水の音。そして静寂。残ったのは海の音だけだった。数秒間俺たちは動けずにいた。シンジが沈んだ海をただ見ていたんだ。波だけが揺れている。さっきまであんなにたくさん見えていた白い腕も人の顔も全部消えていた。まるで最初から何もなかったみたいに。シンジ。ケイスケがつぶやく。声が震えていた。返事はない。海は暗いままだった。その時、ペチャッとすぐ後ろで水の落ちる音がした。俺たちは同時に振り返った。誰もいない。なのに地面に濡れた足跡があった。海の方からこっちへ続いているんだ。ペチャ、ペチャ。見えない何かが近づいてくる。ケイスケが反響欄みたいに叫んだ。逃げろ！俺たちは車へ駆け戻った。ドアを閉める。鍵をかける。ケイスケが震える手で後ろを指さした。後ろ！振り返る。リアガラスの向こう、港の暗闇の中に人影が立っていた。一つじゃない。いくつも。海水で濡れた人間たちが防波堤の上に並んでいる。全員うつむいている。そしてその中にシンジがいたんだ。は？俺は息を飲んだ。シンジだった。服もそのまま、全身びしょ濡れで防波堤の上に立っている。でも様子がおかしい。うつむいたまま微動だにしないんだ。顔が見えない。シンジ！ケイスケが窓を開けようとする。俺は反射的に止めた。やめろ！その瞬間だった。シンジがゆっくりと顔を上げた。暗闇の中で口だけが笑っていたんだ。次の瞬間、ガッと何かが車の後ろにぶつかった。ケイスケが悲鳴を上げる。リアガラスいっぱいに濡れた手が張り付いていたんだ。バン、バンバン。無数の手。水滴がガラスを伝う。その向こうでシンジが口を動かしていた。4つ。うわー！とケイスケが叫ぶ。俺はキーを回した。だがエンジンがかからない。嫌な音だけが響いた。その間にも、ペチャ、ペチャと濡れた足音が車の周囲を回っている。ケイスケは泣きそうな声だった。
無理だ、無理だって。その時だった。港中のザルが一斉になった。ガタガタ、ガタ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 。耳を塞ぎたくなるほどの音だったんだ。そして女の声。すぐ近くで聞こえた。5つ。同時にエンジンがかかった。俺は反射的にアクセルを踏み込んだ。タイヤが悲鳴を上げる。車は港を飛び出した。バックミラーを見る。暗闇の港。その入り口にずぶ濡れの人影が何十人も立っていた。全員こっちを見ている。その真ん中でシンジだけがずっと笑っていた。どれくらい走ったかわからない。気づけば俺たちは島の小さな駐在所へ駆け込んでいた。ケイスケなんか半泣きだった。俺なんかまともに喋れていなかったと思う。友達が海に、港で誰かに引っ張られて。年配の警官は最初は事故だと思ったみたいだった。でも俺たちが港の名前を言った瞬間、表情が変わった。警官は黙ったままカレンダーを見る。そして低い声で聞いた。今日は何日だ？え？ 1 月24日だ。その瞬間、警官の顔色が変わった。しばらく黙った後、小さくつぶやく。海を見たのか？その言い方が妙に引っかかった。俺が聞き返そうとすると、奥から別の年配の男が出てきた。漁師だったと思う。俺たちを見るなり嫌そうに顔をしかめた。ザルは？え？ザルを吊るしている家見ただろ？俺たちはうなずく。すると男は重いため息をついた。ひいみ様だ。初めて聞く名前だった。すると男はポツポツと話し始めた。昔この島では1月24日の夜に帰ってくると言われているものがあること。海で死んだ者たちが赤い帆の船に乗って戻ってくること。だから昔からその夜は海を見ない。外へは出ない。そして家の軒先にはザルを吊るす。あれはザルの目を数えるからだという。数え終わる前に朝になれば入っては来ない。でも数え終わったら。そこまで言って男は黙った。翌朝、警察が海を捜索してくれた。でもシンジは見つからなかった。事故として処理されてしまった。もちろん俺たちの話を本気で信じる人なんていなかった。だけどただ一人、あの在中の警官だけは最後にこんなことを言った。毎年いるんだよ、見る奴が。帰りのフェリーでケイスケはずっと黙っていた。海を見つめたまま一言も喋らない。そして島が遠くなった頃、急に小さな声で言った。なあ、昨日の船さ。俺は嫌な予感がした。ケイスケは青白い顔のまま続ける。シンジ、乗ってたよな。答えられなかった。それから数日後、夜中に玄関の外で音がした。カラ、カラカラ。乾いた音。俺は嫌な予感がした。恐る恐る玄関を開ける。
そこには見覚えのない古い竹猿が吊るされていたんだ。濡れていた。まるで海から持ってきたみたいに。その瞬間、背後の窓ガラスにべちゃっと濡れた手形がついた。そして窓の外から聞こえてきたんだ。6つ。俺は振り返れなかった。3年前の夏、当時付き合っていたユーマと宮古島へ旅行へ行った。今でもあの時のことを思い出すと耳の奥で波の音がする。私は沖縄自体が初めてで、宮古島なんてもちろん行ったこともなかった。でもユーマは旅行の話が出た時から妙に宮古島にこだわっていた。離島ってさ、空気違うらしいよ。本州と全然別の場所みたいなんだって。レンタカーを借りて海沿いを走りながら、ユーマはずっと楽しそうにしていた。窓を開けると生ぬるい潮風が入ってくる。真っ白な道路、低い建物、遠くまで続く青い海。どこを見ても綺麗で、現実感が薄かった。私は助手席で写真を撮りながら、なんか海外みたいだね、と言った。ユーマは笑いながら、わかる、日本っぽくないよな。そう返してきた。今思えば本当に普通の旅行だった。少なくともあの日の夜までは。到着した初日は夕方まで海で遊んだ。与那覇前浜という有名なビーチに行って、売店でブルーシールアイスを食べて砂浜を歩いた。ユーマはずっとスマホで写真を撮っていた。彩香、そこ立って。また？いいからいいから。夕日を背にして撮られた写真の中で私は笑っている。その写真は今でもスマホの奥に残っているけど、もう開けてはいない。なんとなく見たくなくて。夜は港の近くにある小さな居酒屋に入った。観光客向けって感じではなくて、地元の人が来るような、そんな静かな店だった。カウンターの奥ではテレビが流れていて、酔ったおじさんたちが小さい声で野球を見ていた。ユーマはこういう店が好きだった。こういうとこ絶対うまいんだって。と言って勝手に入っていく。店員は40代くらいの女性で、落ち着いた感じの人だった。料理はどれも美味しくて、私は途中からかなり機嫌が良くなっていた。多分、その時だったと思う。ユーマがスマホを見ながら、あ、ここちょっと良さそうじゃない？そう言ったのは。何が？海、ほら。画面を見せられる。そこには夜の海岸の写真が写っていた。街灯もない真っ暗な砂浜。頭上には星がびっしりと見えている。うわー、綺麗だね。思わず声が出た。宮古島って星が綺麗だとは聞いていたけど、その写真は少し異様なくらい空が明るかった。ユーマが笑う。明日さ、夜ここに行ってみようよ。夜？星見るだけだって。私は少し嫌だった。理由はわからないけど、その写真を見たときに妙に胸がざわついたんだ。なんというか静かすぎる感じがした。その時、
料理を運んできた店員さんがスマホの画面をちらっと見た。ほんの一瞬だけ。でも、その人の表情が変わったのを私は見逃さなかった。その海、夜は行かない方がいいですよ。急に言われて、私は思わず顔を上げた。ユーマは軽く笑う。危ない感じですか？危ないっていうか。店員さんは少しだけ言葉を止めた。それから妙に曖昧な言い方をした。夜はあんまり人が近づかないので。へえ。特に大潮の日は。そこまで言って店員さんはそれ以上何も言わなかった。ただスマホの画面をもう一度見て小さく。地元の人は絶対に行きません。それだけ言った。店を出た後、私は少し気になっていた。なんか変な言い方だったね。歩きながらそう言うと、ユーマは笑った。まあ、地元ルールみたいなのがあるんじゃないか？でも、行かないって言い方してたよ。彩香、怖がりすぎ。そう言って、ユーマは私の肩を軽く押した。港の近くは静かだった。昼間はあんなに暑かったのに、夜風だけ少し冷たかったのを覚えている。その時だった。すれ違った年配の男の人が私たちの会話を聞いていたみたいに急に立ち止まった。夜の海に行くのか？低い声だった。私たちは振り返る。帽子を深くかぶった小柄なおじさんだった。ユーマが、ああ、はい、星見に。とだけ答える。するとその人は少し黙ってから、北側の浜か？と聞いてきた。ユーマがスマホを確認しながら、多分そのあたりですね。そう言うと、おじさんの顔はわずかに曇ったんだ。やめておけ。はっきりとそう言った。私は急に居心地が悪くなった。ユーマも少し困ったように笑う。そんなやばい場所なんですか？するとおじさんは私たちを見ながら変なことを言った。昼はいい。でも夜は人のいる場所じゃない。その言い方が妙に引っかかった。危ないじゃなくて人のいる場所じゃない。まるで夜になると別の何かの場所になるみたいな、そんな言い方だったんだ。私は無意識にユーマの腕を掴んでいた。でもユーマは、大丈夫ですよ。すぐに帰りますから。と軽く返した。おじさんはそれ以上何も言わなかった。ただ私たちの後ろ、暗い海の方を見ていた。ホテルに戻った後も私はなんとなく落ち着かなかった。シャワーを浴びている間もさっきの会話を思い出していた。変な感じだった。具体的に何が怖いとかではない。でも近づいちゃいけないものの話をされた時みたいな感覚がずっと残っていた。部屋に戻るとユーマはベッドに寝っ転がりながらスマホを見ていた。見てこれ。そう言って画面を向けてくる。昼間に見せられた海岸の写真だった。でも今度は別の投稿が写っている。真っ暗な海、その波打ち際に白っぽいものが並んでいる。何これ？わかんない。でもコメント欄見て。私は
画面を覗き込んだ。夜中に変な音が聞こえた。祭りみたいな音がした。地元の人に止められた。あそこ、昔から有名だよ。そんな書き込みが並んでいた。冗談半分みたいなコメントもあったけれど、中には妙に生々しい文章も混ざっていたんだ。その中で一つだけ気になる投稿があった。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。私はその文章を見た瞬間、なぜか鳥肌が立った。やめようよ、やっぱり。そう言うと、ユーマは少し笑った。大丈夫だって、肝試しみたいなもんじゃん。でもさ、彩香、怖かったら車で待っててもいいよ。冗談っぽくそう言われて、少しムッとしてしまった。そういう言い方嫌い。ごめん。ユーマはすぐに謝った。それから体を起こして、本当に危なそうなら行かねえから、と言った。その言い方が優しくて、私はそれ以上強くは言えなかった。でも今思えば、あの時にちゃんと止めていればよかった。無理にでも。あの海へ行かなければ、ユーマは今もいなくならなかったのかもしれない。次の日は朝から快晴だった。昨日の不安なんて忘れてしまうくらい、宮古島の海は綺麗だった。朝早く起きて、ホテルの近くを散歩して、コンビニで買ったおにぎりを海沿いのベンチで食べた。ユーマはずっと機嫌が良かった。いいなあ、ここ。何度も同じことを言っていた。昼は伊良部大橋を渡って展望台へ行ったり、カフェに入ったり、本当に普通の旅行をしていた。だから私は夜の海の話をなるべく考えないようにしていた。でも夕方が近づくにつれて少しずつ胸の奥が重くなっていった。ホテルへ戻る頃には空が赤く染まり始めていた。シャワーを浴びて準備をしている間も私は何度か言おうとした。やっぱりやめない？って。でもユーマは完全に行く気だった。子供みたいに。絶対星すごいって。なんて笑っていて。結局、私は何も言えなかった。夜9時過ぎ、私たちはレンタカーでホテルを出た。街中を離れるにつれて、道路はどんどん暗くなっていく。街灯も少ない。時々、道路脇に背の低い木が並んでいて、その影がヘッドライトに照らされるたびに人が立っているように見えた。車内では音楽が流れていたけれど、途中からユーマが音量を下げた。この辺っぽいなぁ。スマホの地図を見ながらつぶやいた。私は窓の外を見た。本当に何もなかった。店も民家も明かりもない。暗闇だけが続いている。ねえ、こんな場所に海あるの？多分あるよ。ユーマは笑っていたけど、少しだけ緊張しているようにも見えた。しばらく走ると、細い脇道が見えた。舗装はされてるけど、かなり狭い。雑草が道路にまで伸びていて、ほとんど使われていない道みたいだった。ここか。ユーマがハンドルを切る。え、ちょっと待って。本当に入るの？すぐ戻るって。
車はゆっくりと暗い道を進んだ。ヘッドライトの先だけが白く浮かび上がる。左右は完全な闇だった。途中から窓の外で風の音が聞こえ始めた。海が近いんだと思った。でも不思議だった。海の近くなのに波の音がほとんど聞こえない。数分後、急に視界が開けた。砂浜だった。うわぁ。思わず声が漏れる。空いっぱいに星が広がっていた。昼間よりも現実感がなくて、まるで空そのものが近づいてきているみたいだった。ユーマが小さく笑う。ほら、来てよかったじゃん。確かに綺麗だった。でも、その時私は別のことが気になっていた。砂浜には足跡があった。大量に、裸足の足跡。子供みたいに小さいのもあれば、大人のものもある。いくつも重なっていて、砂浜の奥まで続いていた。こんな時間なのに人いるのかな？私がそう言うと、ユーマも砂を見た。昼のじゃない？でもこれ。そこで言葉が止まった。足跡が全部海へと向かっていたんだ。戻ってくる跡が一つもない。急に風が吹いた。生暖かい風だった。その瞬間、背筋がゾワッとした。理由はわからない。でも、何かがおかしかった。空気が重い。音が変だった。普通、夜の海って、もっと波の音がするはずなのに、ここは静かすぎるんだ。ねえ、ユーマ、帰ろうよ。え？なんか、ここ嫌だ。ユーマは少し困ったように笑った。すぐ帰るよ。ちょっとだけ。そう言って、海の方へと歩いていく。私は仕方なく後を追った。波打ち際まで近づいた時だった。遠くで音がした。カンと金属みたいな音。私は足を止めた。ねえ、聞こえた？ユーマも振り返る。ん？もう一度。カン、カン。一定の間隔で鳴っているんだ。その音は風鈴にも似ていた。でも、どこか違う。もっと低くて響く音だった。何あれ？船とかじゃない？ユーマはそう言ったけど、その声は少しこわばっていた。音は海の方から聞こえていた。やがて、その音に混じって別の音が聞こえ始めた。ザッ、ザッと砂を踏む音。誰かが歩いているみたいな。でも、周囲には誰もいない。私は急に息苦しくなった。ねえ、帰ろ？声が震えていた。ユーマもさっきまでみたいに笑ってはいなかった。海を見ている。暗い海の沖。そこをじっと。なあ、彩香。何？あれ、人じゃない？私はゆっくりと海の方を見た。最初は何も見えなかった。でも、目が暗闇に慣れてくるにつれて、少しずつそれが見えてきた。海の上、沖の方、白っぽい影が並んでいた。何人も、横一列に。
波の上に立っているみたいに見えた。その瞬間、カン、カン、カン。急に音が近づいた。同時に、ドン、ドン、と低い音が響き始めた。それは太鼓みたいな音だった。地面の奥から鳴っているみたいに腹に響く。私はもう完全に怖くなっていた。帰ろうよ。叫ぶみたいに言う。ユーマもようやく、やばいな、これ。とつぶやいた。その時だった。風に混じって人の声みたいなものが聞こえた。遠くで大勢が何かを唱えている。言葉では聞き取れない。でも確実にこっちへと近づいてきていた。ザ、ザ、ザと砂浜のどこかで足音がする。でも誰も見えない。音だけが増えていく。それは私たちの周りを囲むみたいに。ユーマが私の腕を掴んだ。車戻るぞ。その声が少し震えていた。私たちは足早で砂浜を戻り始めた。その時背後で一瞬だけ笑い声みたいなものが聞こえた。その笑い声を聞いた瞬間、全身の血の気が引いた。それは子供みたいな声だった。でも楽しそうな笑い方ではない。何かを見つけた時みたいな妙に湿った笑い声だった。私は反射的に振り返りそうになった。その瞬間、見るな！ユーマが強く私の腕を引いた。あんな声、初めて聞いた。本気で焦っている声だった。砂浜を戻る間も足音はずっとついてきていた。ザ、ザ、ザと裸足で砂を踏む音。それも一人ではない。何十人分もの足音が一定の距離を保ちながら後ろを歩いてくる。なのに振り返っても誰もいない。私は半分泣きそうになりながら歩いていた。ユーマ。大丈夫だからそのまま行け。そう言いながらユーマは何度も後ろを気にしていた。その声がもう余裕を失っていた。やがて前方に止めていたレンタカーが見えた。その瞬間、プツッと周囲の音が全部消えたんだ。風も波の音も足音も。急に世界から音だけが抜け落ちたみたいに完全な静寂になった。私は思わず立ち止まった。おかしい。静かすぎる。さっきまで聞こえていた波の音が完全になくなっていたんだ。その時、ホテルで見た投稿を急に思い出した。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。心臓が一気に跳ね上がった。次の瞬間、ドン。背後で巨大な太鼓の音が鳴った。私は悲鳴を上げる。同時に、ザッ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 と砂浜中から一斉に足音が走り出した。見えない。でもわかる。何十、何百っていう足音がものすごい勢いでこっちへ向かってきていた。走れ！ユーマが叫ぶ。私たちは車へ向かって全力で走った。ユーマが叫ぶ。背後では祭り林みたいな音が
鳴り響いている。カン、カン、カン。太鼓の音、人の声、笑い声、何かを唱える声。全部が混ざって耳の奥でぐちゃぐちゃになっていた。私はもう半分パニックだった。でもその時、ユーマが急に足を止めた。え？私は振り返った。ユーマが自分の足元を見ていた。顔色が変わっている。ねえ、どうしたの？ユーマは答えなかった。ただ、震えた声で言った。彩香、先に行け。何言ってるの？いいから。怒鳴るみたいな声だった。私は初めて気づいた。砂浜に残る足跡。私たちのものとは別に、ユーマの足跡だけが海の方へと続いていた。一歩、また一歩。本人は立ち止まっているのに、砂浜にだけ次の足跡が増えていく。まるで見えない誰かがユーマを海へと連れて行こうとしているみたいに。何これ？私の声が震える。ユーマは青ざめたまま後ろを見ていた。暗闇の海、その沖に白い影が並んでいる。最初より近い。明らかにゆっくりこっちへと来ていた。その時、耳元で声がした。本当にすぐ近くで。一人。女の声だった。返せ。ぞっとした。声が近すぎる。私は反射的に周囲を見た。でも誰もいない。なのに次の瞬間、首筋に濡れた紙みたいな感触が触れたんだ。私は悲鳴を上げる。彩香！ユーマが私を突き飛ばした。私は砂浜に倒れ込む。その瞬間、私の目の前を何か白いものが横切った。それは人だった。着物みたいな白い服を着た人影。でも顔が見えない。何人も何人も暗闇の中を歩いていた。波打ち際をゆっくりとこっちを見ながら。祭り林が爆音みたいに響いた。もう耳を塞いでも意味がないくらい大きかった。ユーマが叫ぶ。振り返るな。私はその声で我に返った。車に行け。早く。でも。いいから行け。私は立ち上がって走った。涙で前が見えなかった。後ろでは砂を踏む音が狂ったみたいになっていた。人の声、笑い声、太鼓、全部が追いかけてくる。震える手で車のドアを開けた。鍵を落としそうになりながらエンジンをかける。その時だった。バンと後部座席の窓を何かが叩いた。私は叫びながら顔を上げる。でも窓の外には誰もいない。なのに濡れた手形だけがついていたんだ。ユーマ！私は叫んだ。だけど返事はない。フロントガラスの向こう、暗い砂浜の中に人影が大量に立っていた。白い服、揺れている。でも顔だけが見えない。その奥でユーマが誰かに腕をつかまれているのが見えた。やめて！私は車を降りようとした。その瞬間、助手席のドアが
ガチャッと開いた。ユーマが乗ってきたんだと思った。でも、助手席には誰もいなかった。ただ濡れた砂だけがシートに大量に落ちていた。その瞬間、耳元ですぐ隣で誰かが笑ったんだ。私は悲鳴を上げてアクセルを踏んだ。タイヤが砂を巻き上げる。車は細い道を狂ったみたいに走った。私にバックミラーを見る勇気はなかった。ただ走っている間ずっと後部座席から砂を踏むような音だけが聞こえていたんだ。ザッ、ザッ、ザッと。気づいた時には私は明るい道路まで戻っていた。コンビニの駐車場で車を止めてそのまま吐いた。手が震えて止まらなかった。スマホを見る。ユーマからの連絡はなかった。何度電話しても繋がらない。そして翌朝、警察と地元の人たちが海岸を探してくれた。でも結局、ユーマは見つからなかった。残っていたのは砂浜の足跡だけだった。私の足跡、ユーマの足跡、そして海へと向かう大量の裸足の跡。その中でユーマの足跡だけが途中から消えていた。まるでその場所で向こう側へ連れて行かれたみたいに。探しに来ていた年配の男性が小さく言った。返してもらえたんだな。私は意味がわからなかった。だけどその人は海を見たまま続けた。昔からあるんだよ、呼ばれる日が。風が吹いた。波の音が聞こえる。でもあの夜みたいに急に波の音が消える瞬間がある。その度に私は思い出してしまう。あの砂浜、祭り林。暗い海の上に並んでいた白い影。そして最後に聞いたユーマの声を。振り返るな。今でも私は夜の海へは行けない。もしあの時私が振り返っていたら、きっと帰ってこられなかった気がする。